たった55日間で17人を殺した男。韓国初の連続殺人鬼と呼ばれたその男が生まれた理由とは。1975年10月7日、韓国ソウルチョンヤンニ駅近くのクリーニング店にやってきた小柄なその男はキム・デドゥ。クリーニングをお願いします。彼はカウンターへ歩み寄ると淡々とした口調で汚れたジーンズを差し出しました。それを見た店主は思わず表情を曇らせます。これはすごい血ですね。ああ、ちょっと鼻血を出してしまって。怪げそうに尋ねた店主に対し何事もないようにそう答えたデドゥ。しかし店主はどうしてもその言葉を受け入れられずにいました。ジーンズに付着していたその血は鼻血にしてはあまりにも大量だったから。そう、デドゥが手にしていたそのジーンズの血は彼が殺人を犯した際のもの。実はデドゥは55日で17人を殺した連続殺人鬼だったんです。たった55日間で17人もの人間を殺害した男。韓国初の連続殺人鬼と呼ばれた男を犯行に駆り立てたものとは。彼が味わったのと同じ不条理を前にした時、あなたは救いの手を差し伸べられますか？おそすけんちゃんです。にゃんにゃんこんです。最近ですね、Uber Eatsで餃子の王将にハマっててですね、餃子とチャーハンセットに春巻きをつけるっていうなんかデブカスムーブしてるんですけどいやでもめちゃくちゃ美味しそうじゃん。Uberのね、俺いいとこ分かったわ。店の味を住み慣れてる家で落ち着いて食べれるってことなの。はあ。店だとあんまり落ち着かないわけ。誰に見られてるか分かんないしね、もうあんたぐらい顔が売れちゃうと。いやいや違う、人いっぱいいるの無理なの。個室あるとこ行きたいなと思うんですけど、王将とかって個室ないじゃん、さすがに。じゃあ一蘭がいいわよ。あー天才。本日ご紹介するのは韓国初の連続殺人鬼と呼ばれた男について。この男をなんとわずか55日間で17人もの殺人を犯してしまうとんでもない男。めちゃくちゃとんでもないペースで殺人を犯してるわね。何、快楽殺人鬼だったとかってことなの？実はこの犯人は快楽目的の殺人ではないんですよ。ではなぜ男はこれほどまでに殺人を犯してしまったのか。警察もその動機を探ってはいたんですけど、逮捕された男の言い分っていうのは要領を得ないものばかりだったんです。動機不明の殺人犯。1975年10月7日、韓国ソウル。なぜ17人も殺したんだ？警察にそう問われたその男はキム・デドゥ。この日逮捕された殺人犯でした。デドゥは当初一切の容疑を否認していましたが、尋問を進めるうちになんと8月から10月までの2ヶ月間で17人もの殺人を犯していたことを自白。体格が小さく貧弱に見える彼がそれほどの大量殺人を犯した事実に警察は驚きを隠せずにいました。そして不気味なのは、デドゥの犯行動機がどの犯行においても曖昧なこと。殺したのは顔を覚えられるのが嫌だからだ。あと子供は泣き声が嫌だったから殺した。警察が問い詰めてもデドゥが語る動機はあまりに要領を得ないものばかり。一方で逮捕時職に就いていなかった彼は強盗目的で犯行に及んだように思われていました。しかしデドゥの犯行には単に強盗目的とするには説明のつかない部分が多かったんです。デドゥが逮捕される2ヶ月前の1975年8月13日の深夜、カンジュ広域市の民家からけたたましい悲鳴が響きました。助けてくれ！自宅に忍び込んだデドゥに気づき、必死に助けを求める老人。彼を見下ろすデドゥのその手には鈍く光る鎌が握られていました。そのまま有無を言わさず老人の首元を切りつけ殺害してしまったデドゥ。彼は同室で眠っていた夫人のことも殴りつけて重傷を負わせると、懐中電灯一つだけを盗みその家を後にするんです。懐中電灯一つだけなの？お金とかなしに？そうなんです。デドゥの犯行の不可解な点はいろんな家に忍び込んではいるんですけど、ほとんどお金を取ったりはしてなかったという点なんです。最初の事件の後、電車に乗っていたデドゥはその中で一人の男と出会います。おう、デドゥじゃねえか。こんなにすぐに会うとはな。嬉しそうに声をかけてきたその男はキム・フェウン。デドゥが刑務所の中で知り合った元受刑者でした。デドゥはこの時にはすでに前科者。彼は以前暴力事件を起こし逮捕されていたことがあったんです。フェン、お前もう仕事してんのか？デドゥがその質問をしたのは出所したばかりのフェンを仲間に引き入れるため。デドゥは一緒に強盗をするという口実で仕事のないフェンを犯行に誘ったんです。こうして最初の事件から6日後の8月19日、2人は老夫婦
婦が経営していた商店に押し入り、夫婦と7歳の孫を殺害。商店のお菓子やパンを食い荒らし、250ウォンを盗んでその店から逃走します。デドゥはその後もフェウンと共に犯行を重ねていくつもりでいました。しかしこの後ソウルへたどり着いた時、共犯のフェウンは唐突にデドゥに別れを告げるんです。俺はやっぱりやめとくわ。そう、フェウンはただ強盗するつもりでいたところを残忍に殺人を始めたデドゥに底知れない恐怖を感じていました。強盗目的と言いながらもデドゥが狙うのはほとんどが貧困家庭ばかり。盗まれた総額は合計26,800ウォン。17人もの殺人を犯しておきながら、当時の日本円換算で総額1万円程度の額しか盗まれておらず、彼の犯行は単純に殺すことだけが目的にしか思えなかったんです。強盗は完全に建前でさ、やっぱ殺人を一番の目的にしてたってことよね。快楽殺人以外に何の目的があるわけ？実はデドゥはあることをきっかけに社会に強い恨みを持ってたんです。その動機には彼が前科者だったことが強く関係しているんです。殺意の芽生え。1949年11月17日、デドゥはチョルラナムドヨンアム郡の田舎町で生まれました。デドゥは7人兄弟の長男。子供が多かったこともあり、家庭は決して裕福とは言えませんでしたが、両親は幼少から彼に特に目をかけていたんです。長男のお前にはいい学校に行かせてやりたいし、留学もさせてやりたい。頑張って勉強するんだぞ。しかしデドゥは両親の期待に応えることができず、中学受験に失敗。完全にやる気を失ってしまった彼は進学を諦め、その後農家や家具店、洋服屋など様々な職に就きますが、どれも長続きはしませんでした。生活に困り軍隊に入ろうとするも、小柄で体が弱かったデドゥは兵役を免除され、路頭に迷ってしまいます。そうした日々の中で素行の悪い連中とつるむようになったためか、暴力事件にたびたび巻き込まれ、2度刑務所へ収監。ここで刑務所へ入れられたことで、デドゥはそれまでの自身の行いを悔い改めようとするんです。これからはまっとうに生きよう。まともに働いて人生をやり直すんだ。なんかちゃんと構成できてない？なんでこれで殺人鬼になろうなんて思っちゃうわけ？真面目に働こうとしても、デドゥのような前科者に対して社会は厳しい目を向けていたんです。1975年、2度の刑務所生活を終えて出所した頃、すでに26歳になっていたデドゥ。彼はそこから工場で働こうとしますが、採用担当者の反応は芳しくありませんでした。うちでは雇えないな。他を当たってくれ。前科がある人はちょっとね。前科者の評判はどこへ行ってもつきまとい、たとえ仕事を選ばなかったとしても、彼には一切働き口がなかったんです。生活費に困ったデドゥは親族や友人にも助けを求めますが、この恥さらしが二度と連絡してくるな。前科者となったデルーには、幼少期あれだけ期待をかけてくれていた両親さえも冷たく接するように。しまいには肉親のほとんどが連絡にも応じなくなり、追い詰められていたデドゥ。俺はまともに働くことも普通に生活することも望んじゃダメなのか。立ち行かない暮らしの中、デドゥは自分を受け入れない社会への憎しみを募らせていきました。彼はそんな社会への復讐として殺人を繰り返す日々に身を落としていくんです。その中でも貧困家庭を狙ったのは、社会から孤立しているケースが多く、犯行が明るみに出にくいためでした。前科持っちゃったことは自業自得なんだけどさ、その後社会に受け入れてもらえるかどうかってかなり難しい問題よね、これね。当時の韓国だけではないんですよ、実は。こういった差別感情をきっかけに、現代日本でも似たような状況が起こっているんです。というわけで本日のネトラキーワード、社会的スティグマについて。社会的スティグマとは、個人が持つ特徴により社会の一員として受けるべき尊厳が否定されてしまう状態。対象となりやすい特徴は、例えば精神疾患やアルコール依存症、社会的な階級、民族、宗教など。人間は10歳頃からこうした属性による先入観を持つようになり、その人がその特徴を持っているだけで差別的な反応を示す傾向があるとされているんです。前科者は再犯を犯すなどの偏見にさらされた人は、その偏見に合わせた行動を取りやすいともされています。理由は様々ですが、例えば2021年に大阪で28名の死傷者を出した北新地ビル放火殺人事件もスティグマによる犯行とされています。犯人は過去に傷害事件を起こしており、出所後に区役所へ就労相談に訪れたところ、職員から差別的な対応を受けたという話。前科が邪魔をして就職できず追い詰められた末の犯行だったと考えられているんです。いや、人間の本能的に難しいし、私個人も難しいなって思うんだけど、これ社会的な偏見なくしていかないと復帰できないわよね、前科を持った人たちがね。そうですね。また犯罪しちゃうんじゃないかみたいな。正直あるんですよ、ただね、ずっとそれだとさ、更生のチャンスもないし、社会として問題なんですよ。ですが、デドゥの犯行はこういった点を踏まえても、とても同情できるようなものではなかったんです。獣の仕業。
出所後2度の殺人事件を犯した後、共犯のフェウンと別れソウルでまた一人になったデドゥ。1975年9月7日、彼は60代で一人暮らしをしていた男性を殺害。男性は頭蓋骨が砕けるほど殴打されていました。さらにその2週間後にはソウルから電車で数時間南下した田舎町へ出向き、年配の女性と幼い3人の孫が暮らす家に侵入。この時の犯行はデドゥが犯した中でも特に凄惨なものでした。デドゥはその家にいた女性と2人の少年を肉切り包丁で襲い、その顔面を認識できなくなるほどに切断。あまりに執拗に叩きつけたため、犯行に使われた肉切り包丁は柄が折れてしまっていました。そして3人を殺害後、残った11歳の娘に強姦を働こうとしたデドゥ。しかし、くさ、暴れるんじゃねえよガキが。娘は激しく抵抗し、強姦は失敗。苛立ったデドゥは近くにあった風呂敷を拾うと、彼女の顔を木に縛り付け窒息死させてしまうんです。いやもうちょっと殺し方がいちいち残虐すぎてさ、社会的に恨みがあるとしてもなんで全く関係のない人たちこんな殺し方できちゃうの？しかもこれを17人分も繰り返してるわけですからね。もはや人間の所業とは思えないデドゥの犯行にソウル近郊の人々は恐怖に包まれていくんです。9月25日から10月2日までのわずか1週間で11人もの殺人を繰り返していったデドゥ。か弱い女性や子供も容赦なくなぶり殺してしまうその犯行内容に、当時のメディアは獣の仕業の見出しで騒ぎ立てました。そして10月3日、警察が連続殺人鬼の正体にたどり着けずにいるその中で、スウォン州を訪れたデドゥはゴルフ場のキャディを狙って犯行に及びます。この時は運よく車が通りかかり、助けを求めた女性はどうにか難を逃れることに。デドゥは殺人に失敗し、顔を見られたことに焦ったのか、ここで再びソウルへと引き返すんです。ソウルを訪れたデドゥは先日共犯に誘ったフェウンとはまた別の元受刑者と再会。デドゥはフェウンの時と同じようにその元受刑者のことも犯行に誘いました。そしてデドゥはその後すぐにその元受刑者を殺害してしまうんです。裏切り者が。デドゥが仲間を殺してしまったのは、彼がデドゥの所持品を盗もうとしたため。そこからデドゥは動かなくなった仲間が履いていたジーンズを脱がし、戦利品として持ち帰るんです。やばすぎ。もう仲間まで殺しちゃうなんてマジで見境ないわね。あちこち歩き回ってんでしょ。近所の人たちとかも夜も眠れないじゃないのよ。いつ家に入ってくるかもわかんないし怖すぎっすよね。ただですね、神出鬼没でなかなか捕まらなかったデドゥなんですけど、彼はこの後ひょんなことから自分で墓穴を掘るんです。犯罪者の願い。1975年10月7日、デドゥはソウル市のチャンニャンニ駅近くのクリーニング店を訪れた。彼はカウンターへ歩みを進めると、1本のジーンズを店主に差し出した。そう、先日殺害した元受刑者から奪ったジーンズだ。ただそのジーンズはクリーニングに出すものとしてはあまりにも異様だった。すごい量の血ですね。これは一体どうして？友人と喧嘩して鼻血を出したんです。淡々と答えるデドゥを怪訝そうに見つめる店主。しかししばらくすると店主はそれ以上質問することもなく、そのジーンズを受け取った。手続きをしますので少々お待ちください。そう言うと店の奥へ引き上げていった店主。それから数分、デドゥは店の中で待っていた。店主が店の奥で警察に通報していることも知らずに。そりゃ血がついたジーンズなんてクリーニング持ってったら一発じゃない、そんなの。そもそも血がめっちゃついてるジーンズ履こうと思ってるのがちょっと理解できないですよね。その後デドゥは警察の取り調べでもジーンズについた血を喧嘩でついたものだと主張。警察が納得しないのを見ると、大量に出血したのは地元のギャングに殴られたからだと言い分を変えました。しかし警察が地元のギャングたちを尋問してみると、デドゥと面識がある者は一人もいなかったんです。こうして観念したデドゥはついに殺人を自白。刑務所から釈放され、働こうとしたら冷遇された。だから仕返ししたんだ。家族を含む誰もが俺に冷たかった。俺はただ他の人たちと同じように金を稼ぎたかっただけなのに。逮捕から5ヶ月後の1976年3月、計17人を殺害したデドゥに下された判決は死刑。ちなみに一度だけ共犯に加わったキム・フェンウは犯行が強要されたものだったこともあり、無期懲役の判決に。以降死刑執行まで9ヶ月を刑務所で過ごしたデドゥは、その間キリスト教へ改宗、礼拝に出席して自身の犯行を悔い改め、次のように語るようになったといいます。犯罪歴のある人々に対して社会がもっと寛容になることを願っています。1976年12月24日、ソウル市内のソデムン刑務所でデドゥの死刑が執行されました。デドゥは死刑執行の直前、軽犯罪者とリスクの高い犯罪者が刑務所内で分離されるよう司法制度の改善に働きかける意思を残しています。軽犯罪者が凶悪犯罪者から犯罪手法を学ばないために。
出所後刑務所内で知り合った元受刑者を自身の犯行に引き入れたデドゥ。彼はそのことに少なからず後ろめたさを感じていたのかもしれません。一度道を踏み外した自分を受け入れない社会への恨みから17人を殺害し、当時として前例のないその犯行内容から韓国初の連続殺人鬼と呼ばれたキム・デドゥ。女性も子供も見境なく殺害したその犯行は残虐極まりなく到底許されるものではありません。一方で一度犯罪を犯した人が社会に受け入れられず更生したくてもできないケースは現代にも確かに存在するんです。もし殺人を犯した人が悔い改め助けを求めてきたとしたら、あなたはその人とどう向き合いますか？